ケツに直樹は今日も寝る人ですね。かぼちゃの続き取ってくる。おはようございます。おはようございます。今日も土壁塗りですね。はい。今日は前回内側塗ったので外側を塗っていきます。はい。そうですね。今日も一日で終わるといいんだけどね。ぜひともそうあってほしいけど、塗る量が内側塗るより外側の方がどうしても多くなるだろう。でもまあ別にブルーシートの養生とかはいらないからね。高さもあるからさ、前回よりは塗りやすいんだよね。そうだね。前回だってさ、こう座っててさ、こう座っててこの高さ塗るからめっちゃ塗りづらいけど、確かにあぐらかきながらやってだって自分がいくらでも低くならないとさ、塗れない。確かに。でも今回は腰下ぐらいの位置だから下でもそうだだいぶ塗りやすくなってるはず。塗るのは早いって。頑張ってください。今日も寝る人。今日も寝る人頑張るしかない。よろしくお願いします。はい。もうバケツに準備しちゃって、ジンくんももう監督準備できてる。はよやれ。くつろいでる。じゃあやっていくか。今日もじゃあ始めます。じゃあ私はこっちの3面から塗っていきます。直樹は今日も寝る人ですね。練り職人。私が塗り職人。今日は下から塗ってみようか。なんかコメントでね、下から塗った方が塗りやすいですよって来てたから、ちょっとお試しで。粘土具合はどうですか？一押し？二押しぐらい。二押しって微妙だな。聞いたことないんだけど。何その単語。二押しではない。あれだね。かなり暑いからさ。スコップ2すくいぐらいがさ、一度になくなりますね。そうだね。こりゃあ相当使うよ。やばい。こりゃ相当だよ。もうちょい間にやるやつ薄くすればよかったかな。そうだろうね。でもまあ土壁厚い方が断熱効果は高まるから。土壁の量があれば。これはね、今日は練り職人かなり大変ですね。今日はあれじゃないの？3年やったら解体しなきゃいけないんじゃないの？そこをやったらもしかすると解体しないとないかも。あとクレコンだけにやったら。
ようやく一面完成。ああ。順調だね。ようやく。やっぱ私の家は平らにするの結構苦労したんで。ああ、確かに。いつもよりはすごい丁寧に。ああ、ちょっとね、緩くて見づらいのか、下から上が私に向いてないのかがわかんないから今のところ。今度は上からやって。いつも。いつもこの土でいつも通りにやってみて、そうすれば同じ状態で比べられる。いや、外側のここがね、全部濡らされるだけですごいだろうね、見た目が。ビシッと決まる。だいぶ土壁でビシッと塗られた感じにはなる。ああ。昼の鐘が鳴ってしまったあと半分ある。土さえやればでもあと30分ってことね。ああ。
やっぱ塗る量が増えれば時間もかかる。塗りの時間っていうよりバケツですくってる時間の方が長い気がする。乾いてるとコテがすれない。ああ、そうだね。濡らせば滑らかに仕上がる。まあアドバイスもあって。あったね。ああ、視聴者さんから。ジュン君が自己アピールしてます。何喋ってんだよって。終わったのかって。もう少しで終わるよ。待ちきれずにどっかに出かけ始めてる。あ、そうなんだ。ライガーの上に乗って、バレた。何許可取ってんのか。してもいいでしょうか。ああ。仕上がりましたか。手ぶれ補正モードじゃないか、多分グラグラになってる。だいぶ滑らか。いい感じなんじゃないですか。輝いてる。解体するお家を見学しに行くことになったので、今日は土壁塗りはここで一旦終わりになります。おお、だいぶ違うね。だいぶ違うよね。すげえ違う。3面できただけで、継ぎはぎに比べたらね、壁になったね。いい感じじゃないですか。ああ、立派なもんだよ。幅もね、だいたいいい感じ。どっかだけがボコッとしてたり、ベコッとしてたりってことはない。継ぎはぎの時はほんと古かったからな。ボロボロだったけど、これでね、窓下が全部板壁になって、上が漆喰になるって考えたら、だいぶかっこいい感じになる。ちょっと同じ色にしてね。お隣さんは稲刈りだ。もうないね。やばい。ライフはゼロ。出がらしっていうか、ほぼバラ。こんなにあったのに。全然なくなっちゃったの。9割ない。残り3名間に合うか。わからん。これ栗も集めて栗ご飯食べたい。やばいよね。これがもらってきた木材たちですね。そうだね。一番の収穫はこいつらだよね。立派な柱。立派な柱。何センチかな？9、10。10.5だ。おお、立派な方だ。立派なやつだ。一部これおろしたやつ？これで全部か。これで、一部おろしたな。ここに1、2、3、4本あって。ここに1本ある。5本か。5本の3メーター？おお、大収穫。
なんですかこの鉄の山は。これはね、いまいち言うともちょっと今私には思い浮かんでない。めっちゃある。あ、そうめっちゃある。ここまでではないか。知らん。わからんけど、鉄は候補。あ、虫に食われてない柱。これめっちゃ立派だもんね。綺麗だね。かぼちゃの続き取ってくるか。今これいやー、ありがたいことにいろいろといただきました。ストーブとかもちょっと後で棚の整理しないとダメですね。これはも残り日が暮れるまで時間があんまりないんですけど、かぼちゃの方を片付けつつ収穫していこうと思います。なんか未成熟のやつはさ、う。うん。切んなくてもいいかなって思いつつ一応。うん。